彼は陰キャか陰キャ陰キャ陰キャに決まってる。僕はどうしてもなんかね、難しいんですよこれ。なんかバイナリーじゃん、それって。陰キャ、陽キャ、人々は2種類しかいない。いや、そういうわけじゃないじゃん。確かにね。だってその人が、例えば、私だって、なんか人も知らない人とか、初めて会う人と話すときは、そんな陰キャっていうか、なんていうか、ちゃんと、それなりに明るく話すし、でも、全然、なんていうのかな、これ、陰キャ、陽キャっていう言葉って、まあ、行動もなんだけど、パーソナリティを表してる感じが私はするから、どっちそうね、難しいね。ベンは、オタクに優しい陽キャかな。陰キャに優しい陽キャかな。ずっと昔から家族とは結婚と血縁と言われ続けている。特に日本でね。でもそういう伝統的な家族と核家族、ニュークリアファミリーはもうこの時代に合っていないのかな？そしてどんな家族構造が受け入れていくのだろうか。第2部にカレンは自分の研究領域である家族社会学と日本語の歴史について教えてくれる。新しい家族システムが社会に受け入れることができるのだろうか。それは本当に必要あるのか？今日はその答えはまだ出ないかもしれないが、その問いについて話し合いながら日本語を学びます。一つずつの会話でね。おっす！でも僕はね、面白いことにもっともっと、確かに陰キャでもまあね、内向的者、そうね。でも今も内向的者と思うけど、いろいろ最近ソーシャルなことをやってる、いろんな、まあね、このポッドキャストとかをやって、いろんな人と陰キャはポッドキャスト撮らないから撮らないと思う。でもやりたいからやる、それだけ。まあそうだよね。だからむずくて、この陰キャ陽キャってみんなが当てはまるわけでもないから、この人絶対どっちかとかじゃないから、もうその人が単に名乗る性格の特徴みたいな。そう、自分の性格ってこういう特徴があるんだよねっていう時に、私陰キャだからみたいな、その彼の名前はね、珍しい名前？日本語？なんか最近増えた。私以外のカレンっていう名前なんか私2人知ってる。私ね。友達っていうか今まで会ったことがある人。でも全員私より年下だった。漢字がある？ない。私はない。カタカナ？彼女たちはあった。本当？でもどういう感じ？恋っていう漢字を使ってる子がものすごい多くて、例えば私が会ったカレンちゃんはこれとか、歌に恋って書いてカレンちゃんっていうことは私会ったことあるね。後輩だったんですけど、見れば全然わからない。これ日本語っていうか漢字の話だから漢字って2個ぐらいいっぱい見方あるじゃん、1個の漢字で。この漢字も歌は歌ってもこの漢字ね、歌っても読むし、かっても読むじゃん。歌詞とか。そうで、この漢字も恋、普通に言ったら恋っていう、だからラブとか、クラッシュっていう意味なんだけど、恋っていう言葉もある。恋愛の恋ね。そう、恋愛の恋だからこれ。だからこれでどっちも、音読みっていうんですけど、もともと日本語としてあった読み方を訓読みっていうの。歌とか恋とかはもともと日本語としてのボキャブラリーで、かとかれんっていうのは中国から伝わってきた音をそのまま当てはめたんです。ちょっと違うけどね、今の中国語とは。その
もともとカレンの音は中国語の音に似てた。近いんですよ。そうなのそうなの。だから例えばこの感じでカレンっていう子が中国の子にこの感じを見せたら多分結構似たような発音で読んでもらえる。ただねちょっと変わるんだよね。多分ねレンはそのままレンなんだけどカがガーになるんじゃないかな。ガみたいな発音になるんだと思う。日本に漢字が入ってきたのってもう1500、2000年ぐらい前の話。確かに。多分1500年ぐらい前の話だから、その頃の中国語と今の中国語で多分だいぶ変わってて。確かに。そのせいでもうその日本語の中国語由来の読み方と現在の中国語の読み方っていうのは結構違うものが多いけど、似てるものも多いから。その訓読みも音読みもあるね。そう。音読みは中国語。音読みは中国語から来た読み方。訓読みはもともと日本語の言葉としてあった中での読み方。ちなみに日本語はもともと文字がない言語だったらしい。ちょっと調べてほしい。私が喋ってること本当かわからないけど私の知識の中では日本語っていうのはもともと文字を持たない言葉だけの言語だったんだよね。どうして彼は言語学専攻もともとはね、そうでどうしていや変えた？変えた理由は、社会学が単純に面白そうだったからですね。後悔はない？ないです。全く楽しい。社会学めっちゃ楽しいから。その社会学の中で何が一番好きなこと？何をやりたい？いや、私の専門は家族社会学。家族について社会学するってことなんだけど、結局今卒業論文と修士論文の研究計画書、なんて言ったらいいの？リサーチペーパー、プレリサーチペーパーを書いてて、それはなんていうのかな、親密性、インティマシーについての話になりそう。ちょっと待ってね。家族インティマシー、家族ファミリーなんだけど、ファミリーもある種インティメイトな、なんか英語でインティマシーとかインティメイトっていうとセクシュアルリレーションシップとかロマンティックリレーションシップの方じゃん。じゃないなら両方ある。だけどその家族っていうのも親しい関係の一個だよね。仲がいいっていうか親しいってわかる？わかる。これクロースな関係の一つじゃん、家族っていうのも。っていうふうに私は考えて、そのクロースな関係を全般的に扱う研究をする、多分。どういう目的がある？目的は、私自身が家族ってアメリカでは結構そのニュークリアファミリーが一般的だよね。各家族。お父さん、お母さん、子供みたいなのが一般的。日本でもそう一緒。だけど、最近、アメリカでも一緒だけど、若い人結婚しない人増えてるじゃん。そうでもないか。日本ではめっちゃすごいみんな結婚しなくなってるんだけど。確かに。アメリカでも結構ね、結婚しない人増えてるって聞いたような、私は授業で。僕もそう聞いたことは。そう。昔に比べたら結婚する人減ったよねみたいな。でも質問はね、家族社会学を勉強したらどういう何を今の社会のに貢献できるかってこと？今の社会をどう変えてほしい？そうだね。私はだからその家族っていう一般的な形があって、ただもうニュークリアファミリーとか伝統的なヘテロセクシュアルでニュークリアなファミリー家族っていうのがもう限界だっていうふうに私は考えてて結婚しないもう限界？なんかもう時代に合ってない。これからの時代どんどんそのタイプの家族は減っていくと思ってるんだよね。でも人間って誰かに頼らないと生きていけないじゃん。一人で別に生きていくことができる人もいると思うけど、ケアとか辛い時誰かがいてくれるとか、風邪ひいたら誰か看病してくれるとかそういう誰かに頼らないとでも生きていけない。そうなった時にじゃあその結婚、今の家族って基本結婚っていうのが土台になるよね。男の人と女の人が、ヘテロセクシュアルだったら結婚してそこから生まれた子供とか、その結婚
とか血縁ブラッドリレーションシップだから、マリッジかブラッドリレーションシップかのどっちかが家族には絶対ないといけないっていうのが今の家族だよね。もう一回。だから結婚してる、はい。にかかわらずロマンティックリレーションシップ、ロマンティックな感情がそこにある、もしくは血のつながりがあるブラッドリレーションシップだから、ロマンティックかブラッドかどっちかがないと家族っていうか一緒にいられないっていうのが今の社会の考え方だと私は思ってて、だけど私はそれが嫌なのすごく別に血のつながりがなくてもロマンティックな感情がそこになくても誰かと支え合って生きていけたらいいなっていうふうに社会が変わってほしい。友達とか。そういうことだから、ルームシェアとかそれこそシェアハウスとか、シェアハウスというのかな、アメリカではなんていうのかな、ハウスシェア、同じお家に何人かで住むみたいな。はい、英語で言うと多分なんていうんだろう。わからないけど、シェアハウス分かってる。そんな感じ。だから英語で言うとなんかエキスパンドファミリーって言ったかな。エキスパンドファミリー。拡大家族とかマルチプルレーションシップって感じ。マルチプルむずで、目的は最終的にみんなは恋愛と血縁の関係じゃなくて友達とか他の人と一緒いや一緒じゃなくてな、別になんか今の社会では結婚するとか血のつながりがないと誰かと一緒に生きていくのが難しいかもしれないけど、これからは別に誰とだってそういう関係になれていいじゃんっていう風になってほしい。彼はそうで生きたい。そうだね、私はそっちだね。なんかあんまり自分が恋愛がよくわからないとか、自分の血のつながった家族にすごいなんて言っていいか分かんないけどの関係でだいぶ苦しんだから悩んだし、だからそれがあって結婚じゃないし血がつながってない人とも助け合えたらいいなっていうのが私の理想かな。別にでも結婚とか恋愛とか血のつながりを否定するわけではないです。そう別にそれはいいと思う。だからいろんな形でみんなが自分らしく、自分が生きていきたい人と一緒に生きていけたらいいねっていう確かにいいね。ために研究してます。それはどうして大学まで辞める必要があるね。どうしてね。辞めるっていやもう一回、そういうシェアハウスをするのが、そうだね、たまに大学で辞める人いる。大学で。でも後でもできるでしょ。例えば僕は今フリーランスで働いている。むずいで、だから自分のやりたいことに集中している、書くことも話を書くこともポッドキャストやってるから、いろいろただどう言ってただ9時から9時5時9時から5時毎日家に帰ったら妻が「はいご飯できたもない」それは欲しくないなんかそういういろんなニーズがあるじゃん今みんな。だから別にねそんな結婚しなきゃとかさ子供は血がつながってないとかじゃなくていいんじゃないかなって私は思うんだよね。そういう多様性そうすごいいいと思う。そういう研究をしたいですっていうかする予定っていう分かった今分かったそうごめんめっちゃ難しい話で本当に確かにでね日本語で結構やっぱ友達からもよく聞かれるんだ
だけど、その何の研究してるのとか、何について考えたいのって聞かれた時にちょっと待ってねって言ってそうこの家族社会学の話に詳しい人だと、まあ、ちょっと専門的なタームを使ってプロフェッショナルなタームを使って、バーって説明したらはいはいはいああいう研究ねみたいな分かってくれるんだけど、やっぱり学問領域が違う人とかに話をするときはどうやったら分かりやすいかなっていうのを考えて、いつも喋ってる。その言葉は何だった？家族エクスパンドファミリーかな。エクスパンドファミリー。僕は知らなかった。英語でも。とか、まあ日本の研究だと結構ね、オルタネイティブっていうふうに言われてる。なんかオルタナティブ・オブ・ファミリーかな。そう家族のオルタナティブの研究っていうふうに日本の社会学の中では呼ばれてる。日本ではそれは認めてる？いや全然日本はもうアメリカこれからまあでもちょっとずつ変わってきてるなって思う。今の若い人とかは特に日本実はまだ同性婚ダメな国なんですけど、どこに行ってもできない。アメリカと違ってこの州は OK とかない。もう全土で結婚できないんだけど、だからやっぱ日本はアメリカに比べてもものすごくこう伝統的な家族とかを、いわゆるニュークリアファミリーとかヘテロセクシュアルとかそういうのをすごくこう大事にまだ持ってる制度としてはね。政府がそういうヘテロセクシュアルとかニュークリアファミリーとかトラディショナルファミリーをサポートしてる。どういうふうに政府がサポートする？例えばそのホモセクシュアルセムセックスマリッジよかったね、同性婚は認めないとか。政府は認めない？認めてない。例えばそうよね。そう僕はアメリカ人としてちょっとそういうことを忘れる。でもちょっと前、そうね、アメリカも認めなかった。つい最近だよね OK ってなったの。そうだからまあ日本はそこで、あとはやっぱりアメリカも一緒だと思うんだけど、結婚してるとか血がつながってる家族だといろんないいことがある。利益、ベネフィット。例えば政府にそう税金とか、アメリカだとあれがあるんだよね。なんか軍に入ってると家族に年金がもらえる。年金ってかお金、保険、手当。軍に入るとその軍に入ってた人の奥さんとか、まあその奥さんじゃなくてパートナーとか子供たちがお金もらえるみたいな、多分そういう利益があるけど、だからやっぱ結婚してる関係とか血がつながってる関係をやっぱりまだ政府は重視してるから。重視してるってセパレート？フォーカスオン。むずい。漢語を使うと話が途端に難しくなる。むずいね。漢語っていうのは中国から来た中国由来の言葉のことを漢語っていう。本当？漢字の漢に言語の語って書いて漢語。漢語は中国から来てる言葉。そう、中国から来た由来の読み方だね。音読み？そうです。音読みの言葉、今の重視っていうのも重いに視線の視ってくる。それ見たら分かりそうじゃない？すごい。顔だけ。そう、顔認証。重視。そう。で、英語だとエンファシスとかフォーカスオンになる。重いに見るっていうこの感じは、まあ、ニコはさっき言った通り、これ訓読みだと重い、音読みだと10、こっち音読みだとし、訓読みだと見るみたいな。そうでも重く見るって言われたらなんかわかるじゃん。エンファシスオンとかなんかフォーカスオンなのかなみたいな。でも重視って言われた瞬間にってなるじゃん。日本語の難しいとこはそこなんよ。そうでも彼はめっちゃそういう説明が得意。ありがとう。私日本にいた時に一応留学生のことに日本語を教えるみたいな。留学生？どこから？いろんな国。中学？なんかね、最初がタイの方、タイから来た人、2人目が
中国から来た人、3人目ベラルーシから来た人。ベラルーシベラルーシ。そうすごい。そうそう。その人は何カ国語？でも彼女はベラルーシ語とロシア語と英語と日本語ちょっと4かな。でもなんか彼女にはベラルーシ語とロシア語はほぼもう仲間みたいなすっごい似てる言葉だからとても喋れるよって言ってて、英語はやっぱそのベラルーシにいた時にちっちゃい頃から英語のなんかインターナショナルスクールみたいなところに行ってたから喋れるって言ってて、日本語はもうアニメ好きだから頑張って勉強してみんなアニメ素晴らしい、日本の文化素晴らしい、アニメ大好き。まあ僕もアニメと漫画は確かにきっかけ、でも今はいろんな理由で、日本語を勉強したい。嬉しいですよね。だって僕はアニメーションがめっちゃ好きだから、多分一番好きの話の種類、だから日本のアニメがいっぱい出てくる毎年だから毎シーズン出るよね。なんだ春アニメです、夏アニメですとかはい、暑いですね今期も素晴らしい。だから日本語を勉強しなきゃいけないと思った。いや嬉しい限り本当にこんなマイナーな言語をさ世界中で勉強しようとしてくれるっていうね。しかもむずい、何がと言われるのむずい日本語はまあそれもイタリア語、いやイタリアもそうと思う。そうな日本の程度じゃないけど、イタリアはめっちゃちっちゃい国から、そうね、イタリアはね、確かにイタリアでも文化的に、だってローマエンパイアだからあの国が確かにテオロジーもローマエンパイアでしょ。でも多分なぜイタリア語とかイタリアを勉強したいとか聞かれた時は、芸術とかね、人は多分料理ね。料理美味しいよな。美味しい。私も日本和食の次に好きなのはイタリア料理。確かにね。あれは美味しい。